はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はね、風がすごく強いんですけど、天気が良くてあったかいです。上着もね、インナーを脱ぎました。上着は1枚だけです。でも全然大丈夫なぐらい陽気がもうほんと春ですね。いよいよバイクのシーズンがやってきましたというような感じですかね。今日は原点立ち返ってですね、バイクの基本的な乗り方についてちょっとお話ができればというふうに思っています。ついついね、慣れてくると初心者の皆さんも、初めてバイクに乗って公道を走った時のことをね忘れてきてしまうんだよね。するとね、なんとなく自分が上手くなってきて、レーサー気取りでね、走っていけるみたいな、そういう錯覚に陥って事故に遭うと、いうようなこともあります。またね、しっかりとハンクラッチというものを、自分の感覚でね、体得をしっかりしていないにもかかわらず、いかにももう自分はそういうのができてるんだみたいな、錯覚に陥ってね、U ターンをしようとしてしくじってゴロンみたいなね、そういうようなことをね、繰り返しながらバイクって上手くなっていくのかもしれませんが、できればですね、せっかくね、自分がいつもまたがって好きなバイクをね、可愛がってるバイクをね、こかしてね、傷つけるなんてことがね、起きないように、もう一度、皆さん初心者の方ね、行動に初めて出た時のことを思い出しながら、今日ご覧になっていただければ幸いです。よろしくお願いします。ですので、今日はどこを走ろうとかっていう目的は特にありません。で、こういうね、何でもない片側2車線の道ですけどね、走るときにはよくね、前後左右ミラーね、よく確認しながら乗るんですよ。いいですか。今ね、私の後ろには車がいません。今車が1台接近してきましたが、車が1台来てるなということを確認して頭の中に入れておきましょう。で、信号がね、赤ですけども、信号がそろそろ変わりそうだなという時にはギアを一足に入れて、左足を上げて右足はギアブレーキの上、青になったんでハンクラッチにしてじわーっとアクセルを上げていってつなぎます。ですぐセコンド、サードと言って、目標のね速度までできうればですね、目標の速度までスッとね、持ってきて、あとはこう落ち着いた状態で惰性でね巡航していくような形が一番理想です。ゆったりとね、じわーっと速度を上げていくのもいいんですよ。いいんですけど、できうれば今のようにさっさとね速度を上げていくのが一番理想です。右折します。30m、約 30m 手前で合図を出します。もう止まった時点ではですね、もうすでに一足、ギアがもう一足になってます、ね。ここで信号がちょっと変わりそうもないなと思ったらニュートラルにして待ちます。この時ブレーキはかけた状態にしておきましょう。フロントブレーキね、握っておきます。で、私の乗ってるこの RS はいわゆる車でいうところの、いわゆるサイドブレーキが自然と入ってしまいますので、オートで。ですから持ってなくてもね前に進むことはないんですね。基本的にそういうのがついてるオートバイは少ないので、フロントブレーキは握っておきましょう。左右の状況、後ろトラックいるな、
確認しておいて、信号変わりそうなのでギアを入れて発進します。歩行者がいますからゆっくり行きますよね。で正面向いたら速度を上げてセカンド、サード、こういった要領でね走ってください、ね。これの繰り返しなんですけどもね。で先般お話したようにこう左行きます。先般ちょっとお話ししたことがあると思うんですけども、お尻の位置ね、バイクのお尻の位置、はい、左曲がるときには前後左右歩行者といないかリアブレーキで速度を落としてスッと回っていく。お尻の位置ですね。お尻の位置を、自分の場合、愛車の場合はねスッと決まると思うんですけども、もうお尻の位置を意識して、そして自分のね重心の位置も意識してね、走ってくださいという話しましたけども、ね、バイクにとってバランスっていうのは一番大事なんで、そういう走り方をねしてください。常に重心を考えて感じているというかな、そういう走り方がベストです。ニュートラルの状態で止まってます、ね。止まっている時もフロントブレーキをかけた状態で止まっている。で左足を地べたについて、右足はリアブレーキに乗せておく。この形ですね。この形で信号が変わるのを待ちます。時折ねミラーで確認、まだトラックいるなと。右折する車があるなと。左の前に3台車がいて信号が変わったんでローギアに入れます。で発進、ハンクラッチからアクセルを上げていく。でセカンドに切り替える。で前との車間距離ね、これ詰めすぎないようにしましょうね。バイクの制動距離ってやっぱりね車よりちょっとね、長くなるという状況がありますので、車がね急ブレーキかけても後ろで止まれるようなね車間距離を取っていきましょうね。で車線の中を走るときに本来であればちょっと左寄りを走るのがいいんですけど、日本の道路の構造上左側にはですね、ゴミが溜まりやすくなってる。そうするとパンクとかねしやすいので、なるべくだったら、道路車線の真ん中を走るようにしましょう。日本の道路ってお椀をひっくり返したようなそういう構造ですから、これ左行きます。合図を出します。左の後ろの安全を確認してから回っていきます。お椀をねひっくり返したようなそういう構造ですから、雨が降ると全部外側に流れるようになってるんで、その時にゴミだとかいろんな、釘とかですね、そういったものを道路の端にね集めやすい、そういう構造ですから、できればねあまり左端は走らない方がいいですね。パンクを誘発する可能性があるので、いい田園風景でしょね。気持ちが落ち着きますよね。ハンクラッチ、信号が青になっても交差点でね、左右の安全は確認するんですよ。いいですかね。信号無視をしてくる車とかあるかもしれないからね。こういうね先見づらいカーブが続くような道は特に気をつけてくださいね。無造作にねカーブに進入していかない、
速度をね落とし気味で、先から車が来てないかな、バイクが来てないかなと見ながら恐る恐る入るのが一番いいですよ。では信号左行きましょう。エンジンブレーキ、クラッチまだ握りません。ブレーキギリギリまで、クラッチは握らないね。こういう止まり方がベストです。左曲がります。今みたいな鋭角な左折はね、私ハンクラッチ使いましたけども、ハンクラッチを駆使してね、それで曲がっていきましょう、ね。まあ右折左折カーブもそうですけど、ニーグリップはしっかりしてね、ニーグリップでバイクを操る、ね、腰から下でバイクを操ってやるんだっていう意識でね、バイクを倒し込んでいけば、全く安全に回ることができます。ニーグリップがね、不完全でバタ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 膝がね開いてしまうようなことをすると、バイクの転倒の原因になりますね。バイクがね重心をどこに持っていっていいのか分かんなくなってしまって転倒してしまうんですよ。もう転ぶ時の最大の理由はそういうところにありますね。ですからしっかりとニーグリップをして、バイクの重心はここにあるんだよってね、バイクに教えてあげるみたいな。そうするとバイクもね安心してこけることもなくちゃんと回ってくれます。どうしてもね怖くなるとね、例えば、左曲がるとき左側が怖くなると、左のね足がね、膝がねパタ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 開いちゃうんだよね。右に丸があるときもその逆ね。そういうことがないようにね私が前動画で上げました白バイの時の乗車姿勢、ニーグリップの練習ってありましたけども、ああいうのを時々やっていただいて、自然にねニーグリップができていくように、意識しなくてもタンクを膝で抱えられるようにね、していきましょうね。止まってる時も後方のミラーを確認してね、信号があったらローギアに入れてすぐ出る。今日つけてる手袋なんですけど、串谷の、なんですかね、手袋です。こうちょっと上の方までカバーがあって、ずっと以前にですね購入していたんですけど、すっかり購入したことを忘れてまして、今日バイク乗ろうと思って、今日あったかいんで手袋を冬用でちょっと暑いから春用にしようかなみたいな、買いようかなと思ってタンスをちょっとガサったら出てきたんですよ。これがあったと、忘れてたと思って今日してます。非常にいいです。もっと早くすればよかったという感じですね。行ったのかな、止まりますかね。どうぞ。いいの？ちょっとねリアクションがないからね、なかなかわからないね。ああいうね自転車に乗ってる子たちね、学生さんなんだけども、渡りたいような素振りをねちょっと今示したんで止まって、ただ1台だけヒュッと渡っていきましたけどね、後の子たちも渡るのかな、どうするんだろうなというね、ああいうところをちょっとね学校の方でも教えてもらいたいですね。渡るのか渡らないのか、車とかオートバイの運転してる人にちゃんとこう意思表示するんですよと、どういう風な意思表示をしなさいっていうような教育をですね、しっかり学校の方でやってもらいたいなと思いますね。それが私教育だと思います。先生でもないんで偉そうなこと言いましたけど、でもいや本当そうだと思うんですよ。交通安全教育ですからね。お互いが事故をね
起こさないような、そういうような形でね、やっぱりやってもらいたいと思いますんでね、先生方よろしくお願いします。警察もね、一生懸命、交通安全教育やってますけども、もっともっとね、警察の方もね、一生懸命ね、数多く交通安全教育ね、やってもらいたいと思いますね。年齢関係なくね、幼稚園の子供からね、ご高齢のお年寄りまでね、学生はもちろん会社とかね、そういうところにも行ってですね、どんどんやってもらいたいなと思いますね。やっぱりね、教育って大事だと思うんですよ。同じことをね、何回も何回も言わないと、やっぱり言われないとね、やっぱりね、わからないことってあるし、それが刷り込みになってですね、知らないうちにちゃんとできていくってことも数多くあると思うんで、ぜひ一つね、行政、警察、ね、一体となって頑張ってもらいたいなと思いますね。交通、警察って言いますかね、交通事故を究極的には、起きない、起こさせないっていうのは、究極な目標なんですね。交通事故によって人が死傷する、警察は特にね、そういう人の死傷だとか人体とかそういうのを守んなきゃいけない、そういう使命があるので、特に交通事故ね、数多く発生してますので、それを守るためには、教育大事です。三本柱って言ってありまして、一つ教育ね、もう一つは道路交通環境、いわゆるこういう線引っ張ったりとか、道路の整備、標識を立てたりとか、そういったものですね。道路環境を整える。で、3つ目が、交通指導取り締まりっていうのは、この3本の柱で、成り立ってて、交通事故を防ごうっていう形を作ってるんですね。ですので、教育っていうのは、非常に大事なポジションでもあるので、一つ頑張ってもらいたいと思います。受ける皆さんもね、真剣にね、受けていただいて、ね、守ろうというね、交通ルールを守ろう、マナーを守ろうというようなね、機運をね、広めていただければ、幸いだなというふうに思います。偉そうなこと言ってますけどね、やっぱりね、交通事故ってね、嫌ですよ。なくなってほしい。ね。なんか、のどかな道路でいいですね。初心者のね、方のライディングね、戻りますけども、さっきもお話しして、道路ね、車線の真ん中をね、なるべく走ります、こういうふうにね。で、前との間隔もね、開けて、行くのがいいのかな。後ろにいなければ余計ね、ゆとりを持ってね、走りましょうね。コーナリングもね、適正な、いわゆるその、バイクの傾斜角度っていうんですかね、速度とね、無理にね、押し込んだりすることは全くないので、バイク、カーブが来たら倒さなきゃいけないんだ、みたいな、そういう錯覚に陥っている人もいるので、そういうことは全くありませんからね。極論言えばカーブなんか回れればいいんですから。ね。ですからもうバイクに初めてね、バイクの免許を取ろうと思った時の気持ち、それから免許取ってバイクを買う時の気持ち、初めてで、次は初めて買ったバイクで行動に出る時の気持ち、これをね、ちょっと忘れないでほしいですね。いつまでたってもね。ヒヤヒヤドキドキか、あとワクワクとかね、いろんな思いがあったと思うんですよ。私の妻もね、初めて行動出る時なんかもうドキドキしちゃっててね、大変だったんですけど、なかなか出れなくてね。でもね、ひとたび出ちゃったらね、あっという間に楽しいって言いましたからね。やっぱりその時のね、楽しかったという気持ちもやっぱり大切に持っていてもらいたいなというふうに思いますね。
私なんかはもう年がら年中楽しいですけどね、今もすごく楽しいですよ、バイク乗って。もう本当にもう気持ちいいですね、ゆったりとね、いい感じで走ってますよ。裏道ですけどね、なんかいいですよ。ずーっとねこの道走っていたいなって、今そういう気分です。エンドレスで気持ちいいですよね。ですので、まあ初心者の皆さんね、今日はいくつかお話ししましたけど、まあ、初心に立ち返ってね、時々ですよ、初心に立ち返って、自分はこうだったな、ああだったなっていうことをね、思い返していただいて、基本的な乗り方、教習所で教わった基本的な乗り方をですね、これも時々思い出して、自己チェック、自己診断ですかね、自分身でチェックをしていただいて、事故を起こさないようにね、でまた大切なバイクをこかさないようにね、してくださいね。初めて行動に出るで思い出しましたけど、私白バイに乗った時に初めてですね、白バイで白バイの訓練を教わってる指導員の後ろついて初めて行動に出た時のことって忘れてません。もう心臓が飛び出しそうでバックバクですよ。白バイで行動に出るわけですよ、初めて。自分で免許取ってバイクで初めて行動に出るなんていう問題どころじゃないですよ。もう数万倍緊張しますよ。ドキドキ。もうみんなに見られるんですから、周りの人に。これが白バイで走るということかみたいな。ただね、ひたすらもう指導員の後ろ背中をねずっと見ながらね、周りなんて見るよりは全くないですよね。遅れちゃいけないと思いながら、背中を見ながらただひたすら、走っていたっていう記憶しかありません。はい。でその時のことはもう忘れないですね、一生ね。で次にやっぱり緊張したのは白バイで、一人でいよいよ独り立ちするぞっていう時に一人で出る時ですよ、行動に。もう自分一人ですから、誰も助けてくれる人もいませんからね、一人で出て一人で走る道を決めてね、一人でケーラパトロールをねするわけですけど、この時ですね、やっぱりね緊張しましたね。もういろんな人に、当時白バイいたら結構ねいろんな人振り向いてねみたいねされましたからね。緊張の極限だったですね。はい。違反者捕まえてもね、どもっちゃったりなんかしてね、なんかね、今でも覚えてますよ。もう違反者がね、私の顔見て、この人大丈夫かみたいな感じだったですね。はい。ですので、緊張してね、怖かったなとかね、いろいろあると思いますけど、その時のことは忘れないでバイクを乗りましょうね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。本日はちょっとですね、初心者の皆さんっていうかね、免許を取ってね1年ぐらい経って慣れてきた頃の皆さんに対してお話をさせていただきました。どうかですね、初めて免許取って行動に出た時のことをね忘れないでくださいね。忘れるとね怪我のもとですからね。ようやっとバイクの季節がね近くなって、もうすぐそこまでもう来てるかなね、暖かくなってきました。どうかね楽しくねバイク乗りましょうね。事故なくねゆっくりと楽しみましょう。本日もご視聴ありがとうございました。リターンライダー63でした。それでは皆様ご安全に。